だいたいさライトアップしてるかどうかの情報なんかさウェブ上調べても緊急事態宣言によってここはしてますしてませんみたいな情報まとめてるやつなんか誰一人おらんねんからさ、こっちはもうずーっと不安なわけよ。鳥の前に行くの不安ではあるけど。はい、撮影ポイントまでバイクを押していきます。雷門です。さすがにこの時間帯はジモティしかおらんから雷門にテンション上がってるやつなんかおらんわけや。こんばんは。浅草寺さんの方から苦情入ってまして、はは結構取られる方多いんですけれども、へへへここで取るな。どこなら良さそうですか？この車道、ああ、なるほど。ここはどうですかね。まだ真ん中じゃないんで。敷地内なんで苦情は受けてるってことだけはちょっと把握。わかりました。さらっと消えます。風神雷神門っていうのかなんか知らんけど詳細は。これ700キロあるらしいよ。そんなもんぶら下がってんねや。はい、浅草雷門撮影終了ということで。で、次はね、イタリア街に向かいます。イタリア街ってまたアホなことを言うなと思うかもしれへんけどね、汐留にね、なんかね、最近開発されたイタリア街みたいな地名のところがあるのよ。なんか30年前かな ?20 年前かな、結構歴史は浅いんやけど、なんか汐留を再開発するときに、せっかくやったら他の区とは全然違う感じのデザインにしちゃいましょうよみたいな感じで、イタリアに視察をして専門家を招いてイタリアっぽい景色を作ったっていうエリアがあって、まあそこがバイクとか車とか乗ってる人の絶好の撮影ポイントになってるというふうに伺っておりますので、港区の汐留のイタリア街に向かいたいと思います。でね、なんでこんなことをしているかというとですね、ZZR1400 よ。これね、実はね、俺の憧れのバイクなわけよ。時は遡ること14年前になりますと、俺が大学生の頃、ホーネット250に乗っていました。その時に見かけるたびに憧れていたバイクが ZZR1400 なんです。でもその頃の俺からしたらもう高値の花よ。 ZZR1400 なんかさ、大型バイクな上にバイク代も新車で160万とかやから、こんなもん買えるわけないやんけって思ってはいたんやけど、それでもいつかは乗ってみたいなと思い続けていた憧れのバイクがこの ZZR1400 なわけよ。で、結局26歳ぐらいで大型バイク免許を取って32歳ぐらいで ZZR1400 を購入して日本一周に出た次第というところではあるんやけど、なんとね、去年の走行距離たったの2000キロです。驚くほどバイクに乗っていないんです。憧れのバイクなのに。やっぱね、これがね、大人になるっていうことなんやろうね。もうね、理由なくバイクに乗れない。特にね、東京はマジでえぐいのよ。バイク乗ってしまうとさ、駐車場の問題が必ず出てくる上に、荷物乗せられない、お酒も飲めない、そもそも交通量があまりにも多すぎて道路を走りにくいっていう問題があるからね、東京でのバイクってね、もうバイク乗るぞって気合い入れないといけないのよね。まあ、品川禁止クリニックとか行くための交通手段としては非常に便利ではあるんやけど、やっぱそういう用事がないと乗らない。その結果2000キロに収まってしまったと。バイク屋もね、12ヶ月点検の時びっくりしてたからね、整備しなくていいですよこれならって言ってたもん。だからね、もったいないなって思って、なんかバイクがあるのにその思い出が全然ないでしょ。朽ちていくわけよ、バイクが結局置いてると。まあ家の前にさ、今はカバー30にして置いてるわけなんやけどさ、それでもさ、カビは少しずつ生えていきますと、もうシートカビだらけになってたからさ、カビキラーでシートむっちゃ綺麗にしたよ。やっぱ梅雨はあかんね。まあそれはいいんやけどさ、それと同時に俺も朽ちていくわけよ。もう体力がなくなっててさ、なんと今年来月でアラフォーになります。ありがとうございます。全然嬉しくないんでおめでとうのコメントはやめてください。着実に死に近づいてるだけです。だからさ、俺の体力もなくなる、バイクもボロボロになっていくと。で、まあもうそれはしょうがないのよ。乗車必須ではないけど、まあ絶対老いは来るんやけど、せっかくなら綺麗な頃の写真を残しておきたいなというふうに思った次第。ありふれた言葉ではあるけど、今が一番若い瞬間なのよ。俺も34歳の今、まだ体力が残ってるのギリギリのラインでしょう。そしてバイクもね、どんどん朽ちていくのよ。もう今なんかさ、細かい傷全然気にならへん。もう購入したての頃なんかさ、ちょっとここ吸っただけで、どうしよう、上からなんか塗っちゃおうかなみたいな思ってたのにさ、今なんかさ、味が出てええんちゃうかみたいな。まあちょっとぐらい傷ついてもいいかな、持ち主の俺も傷だらけなんだからっていう、スティーブ・ジョブズみたいなコメントをしだしてしまったからさ、時はね、優しくもあり厳しくもあり、そして残酷でもあるのよという思想にはなっていくんやけど、やっぱ振り返って、この頃良かったなって思うためには写真が必要なのよ。写真ってマジで重要やから。コロナによって結婚式が大幅になくなっているという風に伺ってはいるんやけど、フォトウェディングだけは絶対にしといた方がいいよ。綺麗な頃の写真が残ってるかどうか、そしてそれを息子に見せれるか孫に見せれるかっていうのはね、むちゃくちゃでかいね。この時期結婚式逃してしまった方々は写真だけは多めに撮ってもらうと、もう友達に頼んででもいいからなんとかして今の写真を撮ってもらうという風にしてもらえればいいんじゃないかなと思います。暑いマジで。ということで、東京の観光名所となる浅草雷門でとりあえず写真1枚撮ってきたから、次はイタリア街に行って写真をまた撮ってくると。なんかね、東京タワーとかスカイツリーとかも行きたいなとは思ったんやけど、今ね、あいにくの緊急事態宣言が出ておりまして、今回なんと4度目となります。もうね、いつからいつが緊急事態宣言なのか、どう緊急事態
態なのかっていうのも全くわからない状態ではあるんやけど、出てしまったものはしょうがないと。そして緊急事態宣言が出ているということはライトアップもされていないんですね。ということなんで苦渋の決断ではあるけど、奈良公園と同じぐらい誰もが行ったことがある東京タワーでの写真撮影っていうのは今現状できない状況です。なんで緊急事態宣言になったらさライトアップも消しちゃうんやろうね。レインボーブリッジとかもついてないしさ、東京駅もついてるかどうかわからへんから、もうとりあえず無難に安全なイタリア街っていうのを選ぶんやけど、なんか緊急事態出すんがいいんやけど、普段の生活を変えるのやめてもらえないですかね。ライトアップしないとかもやめてほしいし、飲食店20時以降閉めんのもやめてほしいし、お酒出さないのもやめてほしい。もう全部やめてほしい。普通の状態で緊急事態を出しといてほしいというところではあるんやけど、まあもうそれもね完全にマンネリなんよね。あまりにもコロナというイベントが長すぎてね、もうまたすか、もうほんま勘弁してくださいよみたいなね、可愛い後輩みたいな感じに国民がなってしまってるっていう状況ではあるんやけど、もうそれもねしょうがないよ。コロナなんか前代未聞やからさ、何をしていいのかわからんけど何かしないとバッシングを受けるっていう最悪の状況でしょ。俺今これどうしたらいいの？言っていいのね。はい、どういうこと？もうちょっと警察じゃないよね。ややこしい格好するのやめてほしいな。だからね、ゆり子の気持ちもねわからんことはないねんな。だって他に何していいかわからんしさ、とりあえずもう飲食店をやり玉にあげる以外の手もないわけよ。それによってやってるアピールをするしかないのよ。今知事になってしまったのが運の尽きよね。菅総理もそうやけど、今総理大臣になってしまったのが運の尽きよ。だってさ、誰も解決方法はわからへんけど、でもバッシング先はもう総理大臣とか知事とかその辺しかないわけやんか。なんでコロナこんなに蔓延してんねん、民主党のボケみたいなこと言う人おらんのよ。もう 100% 政権を取ってる自民党に怒りの矛先は向けられるし、で 100% その長の支持率が下がるっていう構図になるわけよ。ただね、誰だったとしてももうこれはねどうしようもないわけよ。それがたまたま今回ゆり子だっただけっていう話。まあ乗り切るしかないんやけどね、この状況。はい、頑張って乗り切りましょうというところではあるんやけどね。ただ緊急事態に関してはね、俺はね恩恵を受けた側の人間やから否定しきることもできないのよね。緊急事態宣言が去年から出たことによってみんなステイホームしまくったでしょ。そのおかげで YouTube のユーザー数がむちゃくちゃ伸びて、俺のチャンネル登録も伸びまくったおかげで俺むっちゃ金になったっていう話やから。だからね、飲食店がダメージを受けてる一方で YouTuber とかものすごい儲かっちゃってるわけよ。俺からしたらコロナ様々で、コロナがなかったら今の俺は確実になかったでしょうと。誰かが沈むということは誰かが浮かぶし、誰かが喜ぶということは誰かが泣いてるのよ。で俺は今回たまたま浮かぶ側だったっていう話。どうもすいません、ありがとうございます。であとね、去年ねコロナ雑魚風邪みたいな動画を出して、コロナなんかで自粛する必要ないんじゃボケみたいな、もう生きりまくった動画を出してはいたんやけど、あれね振り返って思うと間違いやね。コロナは雑魚風邪ではないです。まあ日本でほとんど影響が出てないのは事実だし、あと自粛もしなくていいんじゃないのかっていうのも事実であるんやけど、ちょっとごめんね、こっち行かせてもらうね。おい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 、いいのかい、よくないのかい。インフルエンザがさ全く流行ってないわけよね、去年。だからね、そこはねちょっとね負けたね、正直俺が間違ってたなっていう感じがします。だから去年の日本でのコロナの死者数が一昨年の日本でのインフルエンザでの死者数と同じぐらいなのよ。だからコロナはしょぼいと、こんなもんで自粛する必要はないみたいな話はしてたんやけど、ただね去年ねみんながねコロナ対策をしまくってしまったおかげでインフルエンザが全く流行っていないと。もう感染者数1000いってないし、死者数もなんか10とか1とかそんなレベルで、そんな中でもコロナで1万人ぐらいは死にましたということになるので、死者数ベースで考えるとコロナに関してはインフルエンザの1000倍ないし1万倍の感染力を持ってるわけよ。だからこれもし日本が全くコロナの対策をしてなかったらえらいことになった可能性はあるのかなとは思う。ただまあ実際数字のマジックっていくらでもあるから、その死んでる人が平均寿命とかを調べるとやっぱ70、80とか後期高齢者ばっかりっていう話にはなるから、それってもともと死ぬ運命の人だったんじゃないの、たまたま死んだ時にコロナにかかってただけじゃないのっていう気もするから、まあそこは何とも言えない。なんで日本でこんなにコロナが効いていないのかっていうのはよくわからんところではあるんやけど、まあいずれにせよコロナは雑魚風邪というほど弱いものではないと、それなりに対策をしないと危険なものではあると認めざるを得ないし、前言を撤回させていただきたい。反省してます。とはいえ緊急事態宣言は疑問やけどね、そんだけ自粛する必要があるのか、感染対策をしながら普通の生活をすればいいんじゃないのかっていう気もするけど、まあ現状が結果論やから何とも言えんのよね。1万人死んだ現状が感染対策をした結果やから、感染対策をしてなかったらっていうパラレルワールドの予測は誰にもできないから、まあそこの話を広げたところでっていう気はするけど、ただまあいずれにせよコロナ終了の兆しが見えてきたっていうのは良かったですね。いよいよもう1回目のワクチンは結構な数の人が打ってて、10代20代とかでももう 10% は1回
回目のワクチン打ってるとかで、70代80代とかになってくるともう2回目のワクチン接種 30%、40% 終わっちゃってるから。でね、50% を超えるともう感染は拡大してないのよ。2人に1人が免疫を持っていればもう広がりようがないから。だから 50% っていうのを多分ね、数値目標としては掲げてるとは思うんやけど、渋谷区はまだちょっと時間がかかるというところで、39歳以下の俺に関しては7月20日以降しか予約ができないということなんで、7月20日になった瞬間に予約をしてすぐにワクチン接種をしてしまおうかなと思っているところ。まあなんやかんや不安ではあるな。ワクチンなんかここ 1,2 年でできて、ほんでどれぐらい信用できるかもわからんねんからさ、もう来年再来年で奇形児死ぬほど生まれる可能性もあるわけよ。でもまあ人類存続のためにはワクチンを打たざるを得ないみたいな、まあそれもよわからんねんけどね。まあ俺に関しては別にそこまででかいことは考えてなくて、海外旅行行きたいなというところとか、あとまあ日本半周残りやりたいなというところでワクチン打てないとちょっとまずいのかなと。だから自分のためにワクチンを打ちたいなと思っている。まあ非常に怖い、正直非常に怖いっていう思いはある。赤信号をみんなで渡ってもみんなで事故ることになるからね。あれこれやん、イタリア街。暗っ、マジでうっそんいや大丈夫大丈夫、三角公園みたいなところがあるから。これがね JRA の馬券販売所みたいな、確かそんな風に聞いてる。お、ほんまにイタリアっぽいな。やばいなここ。こんなとこ来たことなかったぞ。イタリア街すげえじゃん。ここ曲がれんのか、大丈夫やな。撮っとるわ。なんか別のところにしようか。汐留西公園か。ここが一番の撮影ポイントらしいから、みんながここに集まってくるんですって。あら素敵、すごいね。本当にイタリアっぽいな。でも暗いから色合いがわからんねんな。すげえな、これ JRA の建物なんや。いかつ、デザインむっちゃかっこいいやん。これバックにしたいな。でもこの辺の建物もカラフルやから、これとこれをバックにしたいとなると、この木邪魔やな。ちょっとここの木切ろうか、まず。分かった。じゃあそれはまた今度やるとして。そこすごいな、ほんまにパルテノン神殿やな。イメージで喋ってるけど。公園内車両乗り入れ禁止。押すのは大丈夫。さあじゃあ押していきましょう。乗ってはいないからね。よいしょ。バイクのいいとこ出とるわ。動き出すと軽いな。いまいち。ここが素敵。これも素敵。両方入れるのは無理。これは下の方いまいちやから距離が欲しい。これはいい感じ。じゃあそこ置いてガンにしようか。トイレも行きたいから。トイレも行きたいな。あるわけないな、こんなとこ。くそー、おしっこして。イタリア街の汐留西公園マジで映えるな。これは撮影スポットになるのも納得の仕上がりや。特にこのね JRA の馬券購入場みたいなやつ、これものすごいな。というかものすごいデザインやな。 JRA そんな儲かってんのか。これは東京住んでるバイク乗り1回ぐらい来てみてもいいかもしれないね。ということで非常におしょんしょんが漏れそうなので帰ります。急いで。あまりにも品がありすぎてね、おしょんしょんできる場所がない。さすが港区23区の中で最も金があるエリア、そして子育て支援が最も充実しているエリアと言わしめるだけのことはある。住みたい。嘘、全然住みたくない。マジ港区しんどいわ。まあまあ思い出としての写真は撮れたんじゃないでしょうかということで、まあ一箇所行くのでむっちゃ労力やなこれ。なんかやっぱりあれやな、なんかバイクの写真を撮るためだけにわざわざバイクに乗って、そして体力を使って目的地まで行って、暑い中バイクを止めて頑張って写真を撮るって、もう何やってんのかわからんな。これ YouTube やってなかったらかなり厳しいね。やっぱバイクはね降りざるを得ないのかもね。体力が持たんな。特に一人でやってるっていうのがもう意味不明やわ。二人でこういうとこ来るんやったらさ、まあ素敵みたいな感じでね、君の方が素敵だよみたいな感じになるんやけど、一人やもんね。いやーきっつこれ。まあいずれにせよね、そのコロナ終わります。よかったよかった。長かったねマジで。2年間多分ね、来年になったらそんな時代もあったなみたいになってるよ。だからね、この2年間で失った人生を頑張って取り戻しましょうと。遅かれ早かれ日常は必ず戻ってくるから、その準備をね俺はしていきたいと思っているから、今日もこれから家に帰って動画を編集します。今日涼しいな。